こんばんちぐー、テリアモン助手です。いきなりだけどみんな見た？ステートオブプレイ発表されてたよねデジモンの新作ゲームだよ。デジモンストーリータイムストレンジャーやったよ。待ち望んでいたよ。デジモンファンたちはみんな待ってた。多分あの映像を見たら今すぐやりたい、早く出せって思ったと思う。ということで今回はデジモンストーリータイムストレンジャーについて考察してみた。すごいオタクみたいなこと言ってる。考察してみた。でもそうだ、まだ見てない人もいるかもしれないので、まずは公開されていた PV を僕と一緒に見ていきたいと思う。よし、見るぞ。Become unbound from the laws that govern reality. To turn the gears of time once again. An apocalypse looms over parallel worlds as their fates begin to intertwine. The battle to alter destiny begins. Embark on a journey alongside gods, heroes, and monsters of bygone eras. The anomalies, known as Digimon. Seize the future together. The story of a bond that transcends time. いいね。映像も綺麗だったし、なんかでも英語だったね。ということで、デジモンストーリータイムストレンジャーについてもっと知りたいということで、バンダイナムコエンターテインメントさんから資料をいただいてきました。その資料を紹介していきたいと思います。なんかすごい研究員としての実力が試されていると。今作はデジモンゲームとしてはこれまで見たことのないさまざまな表情を持つデジタルワールドや、よりパートナーとの絆を感じられるバトルシステム、さらにおなじみのアグモンやオメガモンから新たな活躍を見せるあのデジモンたちまで登場し、ファンにはたまらない魅力が詰まっています。同時に個性あふれる人間とデジモンが織りなす没入感ある壮大なストーリーや、集めたデジモンを戦略的に育成できるシステムなど RPG としても非常にユニークな作品になっています。とのこと。ここから少しだけ具体的に紹介していきたいと思います。まずは気になるストーリー物語について。時空と世界を超える絆の物語。デジモンの醍醐味である人間とデジモンの絆。本作ではその絆が時空と世界を超える新たな物語を描きます。過去と未来、人間とデジモン、そして人間世界と異世界が交差する壮大なストーリーの中でどのような展開が待ち受けているのか。ふむふむ、 PV の中にもヒントがたくさんあったみたいだね。なんかこう時間っぽい装飾の場所とかあったし、あといろんなデジモン出てきたし、あとなんか世界がすごいぶっ壊れてた。もう少しだけゲームの内容に踏み込んだ紹介もあるんだよ。世界観やゲームの舞台について。本作では人間世界とデジタルワールドの2つの世界を行き来して冒険する。前作はサイバースルースだから電脳空間が舞台なんだよね。今回は、人間世界とデジタルワールドの2つの世界を行き来して冒険できると。でデジタルワールドは緻密に表現され、その場所特有のデジモンに出会うほか、マップの特性を生かしたギミックやクエストがある。
そうです。面白そうだな。続いてデジモンや育成について、これ醍醐味だよね。進化、退化、カスタマイズを通して獲得したデジモンを自分だけのパートナーに育てられる。これはすごく嬉しい。プレイヤーの成長とデジモンとの絆がデジモンの成長やバトルに影響する。これもね、絆レベルみたいなのがあるんだろうな、きっとね。バトルは単性、編成やカスタマイズなどの戦略が鍵になっております。おなじみのデジモンからゲーム初登場のデジモンも登場するだって。なんだと？誰だ誰なんだ、気になる。そして前作踏襲している部分と新しい要素がたくさんあるらしい。どうなってるんだ。それでは今のを踏まえてスタッフさんたちともう一度この PV をね見て考察をしていこうと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい、気配を感じて止めましたよ。そもそもなんですけど、これもう最初からすごいことが起きてますよね。冷静に最初から終わってないっていうところがすごい気になったんですけど、見覚えのある建物を拠点として爆発始まってる。都庁。これ都庁じゃないですかね。誰もね、その答えは教えてくれない。考察だから。あとこの後ちょっと出てくるんですけど、2つの世界が崩壊する定めみたいなのがあったと思うんですけど、もうそのうちの片方は多分崩壊した状況からっていうことなのかなっていうのは思ってて、人間世界がもしかしたら危機に瀕しているっていう予感がするよね。こんな風になっちまってドキドキしながらこれパンダナブコエンターテインメントプレゼントができて、このね、ストップはいどうぞスタッフさん。これ後ろ姿でおそらくロコモンだと思うんですけど、ゲーム初登場のデジモン。これがロコモンなの？この後ろ姿じゃあもしかしたら結構キーになるんじゃない？だってこんな線路続いていく感じになってる。これ絶対何でもないところに向かってるわけじゃ絶対ないよね。もうナレーションさんがかっこよすぎてそれに気を取られてる。映像の方までこうね。ここ僕が住んでたところ見て、ストップ。そうなんですよ。ここテリスケが住んでたところなのかこれだけだとわからないですけど、でも似てる。森林地帯に似ております。似てますよね。木のところに窓あったり、あれ多分窓だと思う。誰か暮らしてますよ。誰か暮らして。だってあそこにこうハンモックみたいなのがある。だし、これはまあほぼ確実に人間世界じゃないと思うので。デジタルワールドな気がしますな。テリスケのところは似てるけど違うかも。でもロップさんかもしれないし。ロップさん。そこら辺はもう本当にわからない。確かに。本当にわからない。でもやっぱ似てるんだ。ほら、静止した時を再び刻むためになんていう。これまだ元気な頃の新宿。ストップ。ここなんか秋葉原の電気街、ラジオ会館とか見覚えのある中で絶対スタッフさんのこの仕事しろとかねこの看板のすごい細かなこと、こういうのはオタク好きだからサイバースルースの時もすごいね、中野のところが再現率が高いねみたいな風にみんなに言われてて、今回もきっとここの通りは僕が歩いてたところだみたいな人もいるかもしれないよね。聖地巡礼もはかどりますな。では続いてさあ The battle to 気に alter なるところがあ destiny れば止めていきたいと思います。embark on a こ journey こら辺とか alongside ストップ。 God ちょっとずつ細送りしたらどのデジモンだかわかるんじゃないですか。これ目が光ってて、あれ胸元が胸元光ってる。光ってますね。
これメタルグレイモンぽいけど頭のフォルムと角でメタルグレイモンっぽい。味方なのか敵なのかっていうところですよ。これだけだとわからない。ちょっと敵っなんかぽいじゃねないですか。赤く光るとなんか敵っぽくも見えるけどメタルグレイモンだったら絶対味方だろう。味方であそうあってれ。ほしい。そうあってほしい。共に歩めって書いてますしね、ここ。確かに確かに。 Gods, heroes, and monsters of bygone eras. The わ anomalies. ここら辺とかはストップストップストップ。ここら辺とか。一瞬映るこの影みたいなじじ前のじじってなっシーンでてる。味方か敵かでいうと確実に敵なんでしょうけど、これ人間でもなくデジモンにこういう存在いないと僕は思ってて、またなんか別な何か。なんかなアノマリーと言われているので、あ、そっかそうアノマリーって何なんだろう。アノマリー、異常ですね。はい。アノマリーは異常っていう意味なんだ。なんかデジタルワールドで何か異常が起きて生まれた存在としてっていうことなのかしら。この人たちが現れたことによってもしかしたら現実世界が脅かされた可能性、でそれに立ち向かうデジモンたちの可能性って感じかな。はかどりますな。はかどりますね。続いて行ってみよ The anomalies. Known う。で as これデジタマでしょ。こ Digimon. こら辺ははいストップ。この男の人女の人が誰なのかっていうところと、これおそらく主人公やろう。うん。それから僕たちが主人公でそれのパートナーみたいな感じになるな。お助け役みたいな。いや親友ポジションみたいな。うんこれがあれだよね。アイギオモン。完全に人間さんみたいだけどね。デジモンなんだよね。ここまでかっこよく決め顔で登場するってことはきっと物語のなんか重要な役割に担うのかなっていう。これで違ったらね、逆にこれでサブキャラでしたってっつったらこんなに決めてたのにポジションなんだろうなっていう印象が確かに出ますね。もうねこういうのはねまだ出てないし何も知らないから何でも言えるんだ僕たちは。じゃあ続いておここら辺はでも主人公がさまださストップ喋れる前にストップ。アルタ前でしょあそこ。新宿のところをさここのさ人たちみんな元気じゃん。確かに。だから綺麗な世界にこう戻ることがこの人たちにはできるんじゃない？なんか歴史を改変する物語なんじゃないの？かっこいいな。なんかこのスペース警察みたいな服装いいよね。スペース警察今違う。自分で言った言葉で壺に入らないでくださいっていいですか。確実に後ろの人たちは着ない服をね着て。あとなんかあんまり存在に気づいてないっぽくない？僕たちのこと。ああ、確かに。そもそもなんですけど銃口、というかその主人公であろう存在が持っている銃はそもそも何なんだっていう。確かに。デジモンが戦うなら主人公の武器、主人公というかキャラクターの武器は確かにいらないよね。そう何に使うんだっていうのもあれで分からないけどビーってやったらさ世界を渡らすことができるみたいななんかそう檻に閉じ込めるとかさなんか過去に返すとかさいろんなことができるじゃない。未来にしたりとかなるほど。あとなんか意味あるかどうかわかんないですけどおそらく主人公の髪色とかあとアイギオモンとかも結構赤が差し色で入ってるので、なんか空間は青が多いけど登場人物はすごい赤が多いっていう印象を受けたから意味はないかもしれないですけどデザイン的にはそういうのを考えられている可能性はありますね。確かに。じゃあ続いて出た Google。 僕も Google 欲しいな。ここ海の世界もいいよね。わっストップ。デジモンに乗ってる描写とかデジモンと一緒に行動してる描写があるので、今までのゲームにない要素デジモンに乗ってフィールドを移動するっていうのはなかった要素なので。確かにそうですね。これいいよな。ガルルモに乗ってるのみんなの夢だよ。
これ逆にじゃあこのデジモンを育ててないとこのマップ冒険ちゃんと深くできないみたいなのもあるのかじゃあ水陸な。空全部やらないとだね。じゃあ続いて Seize the こ future れはフレームがすごいね。ここが一番好き。 together. この PV でここが一番好 The き。 story あ of a bond that 時を transcends 超越す time. る絆の物語だから。はいストップ。はい僕個人的にロゴのストーリーの O があれ何のモチーフなのかがまだ分からなくて、なんかでもさっきブベベベってなってるベベベベのとこじゃないの？ベベベベベベベのとこベってのあったよね。ろ、ああいうのあっ嘘ちょっと待って巻き戻ってよ。たっけ？もっと巻き戻った時にベベベベあったよ。青い空間ですか？青い空間すごい綺麗な。そうだ戻れ。あそこじゃないの？あれちょっと似てなかった？あ似てはいる。そうといえばそう。あでもちょっと違う。なんかさ青いシーンなかったっけ？かたくなに。待って僕の見間違い？青いシーンあった俺。デジタマじゃなくて絶対んか意味あるとは思うんですよね。わざわざロゴに入れてるっていうことは意味あるよ絶対あるよ。絶対ありますよね。ほらここら辺に。あでもこれなんか時のモチーフっぽいな。確かに中心に何があるのかが見えないのか。意図して見えないのかそれともそういうデザインなのか。確かに。ほら僕がまるで見てなかったみたいな言い方をしたけれども大変失礼しましたちゃんと青いシーンあったよ。さすが6秒で答えるのに慣れているテリスケならではの。もう脳みそいっぱい使ってんだから。ズボンのこの一番最初の A の隣にあるマークが最初のロゴのマークにうわこれじゃん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 これだ。やっぱそうだよスペース警察のマークだ。スペース警察って意味なのかタイムストレンジャーは。そういうことかこれでスペース警察っていう組織の名前だったらみんな僕にひれ伏すだろうね。絶対違うけどひれ伏さない未来が見えましたね。ダシャすぎる。テリアモン助手研究 PV 一つとってもねいろんな情報が出てきましたね。ぜひ皆さんも考察を楽しんでいただけたらいいなというふうに思います。今日テリケン用にこのゲームの特別映像が届いいてまして、テリケン用にそうなんです。ぜひそれもちょっとこの後見ていきたいと思います。超すごいいの？僕スペース警察なんか言っちゃってもうごめんなさい。ありがとうございます。アンバサダーってすごいな役得だな。早速見ていきたいと思います。どんな色なんだろう。ほわっつなんかさ光がすごかった。で僕が言ってた青い光のところ見せてよって言ってたさ上の方のさ丸がいっぱいあるところがさ僕がこう見上げてた感じの中心だったんじゃないの？でそこにデジタマがいらっしゃった？なんかだからちょっと荘厳な感じする。荘厳。僕ももしかしたらここから生まれてきたのかもしれない。急にそういうこと？急に嘘をつく。テリアモン助手研究室。いや僕も出たくなっちゃったな。
みんなもぜひ何度でもこの PV を楽しんでいただきたいと思います。続報はですね、なんとデジモンコン2025で発表されるらしいので楽しみに待っていましょう。もうね、何回か寝たらすぐだよ。すごいね、楽しみだね。2025ではやっぱりデジモンが熱いよ。ということで、それでは今日はこれにてお別れさせていただきたいと思います。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。みんながこのゲームを楽しみにしてるとか、僕の考察を聞いてくれっていう方はぜひコメントお願いいたします。それでは今日はこの技を使っていいんですか？本当に何もしてないけど、まあ PV 見たからということは PV に出てきたデジモンさんから力をお借りしてこの技でお別れしたいと思います。ガイアフォース、バイバイ。